皆さんこんにちは、メニです。今日もねメガミニの話したいと思います。メガミニがねいろんな発表があって、全てのゲームもね発表されて、さらに先日42タイトルが収録されたメガライブミニをプレイできました。またいろいろと新しい情報を、紹介したいと思います。メガライブミニをプレイするために東京おもちゃショー2019に行ってきました。東京おもちゃショーね、結構大きなおもちゃ関連のイベントなんですね。東京ビーサイで開催されてて、全部4日間で、ビジネスで2日間と一般日がもう2日間があります。そこで本当にたくさんのおもちゃが展示されています。会場ではセガトイズのブースがあって、そこで、メガラミニをプレイできました。セガトイズブースに入った途端になんかもうプレスの受付の後ろにプリンみたいなものがプルプルと揺れてたから、すごい気になってて、早速ねブースに入って担当に聞いて、これ何？どうもねソープルンというおもちゃです。温めた液体と色と香りがついた液体をお好みの型に混ぜれば簡単にできるそうです。というわけで、このプルプルした物体は石鹸でした。このコーナーを出ようとしたらバーチャル YouTuber に止められて、もう横に、ね、画面があってなんかを読んでたんで、ちょっと話してみたら、コピペアンドロイドっていう VTuber らしくて、しかもね業界初の、社員 VTuber ですね。これから商品のおすすめ紹介していくんで見てくれる？確認します。ありがとう、本当嬉しい。再生回数伸ばしたい、頑張っていきたい。なかなか面白い、個性的なキャラで、では早速ね今回の番組のメインメガラミニに、話を戻りたいと思います。セガトイズのブースでは、メガラミニのコーナーがあって、そこでメガ CD スーパー 32X ソニック&ナカルズとソニックのゲームが重ねてるセットがあって、すごいなと思って、もうこれは可愛いなと思って、でこのメガ CD が合体できるって、前回のセガさんの、動画で初めて知ってて、でメガラミニ横にね蓋があって、そこでメガ CD を合体できるっていうことをそれで初めて知って、前回でプレイした時に全然気づかなかったので、これでちょっとびっくりしました。ちなみにねこのセットはただの模型ですね。基板とか何も入ってない、本当にただの飾りですよね。このセットがもうメガ CD、スーパー 32X、ソニック&ナカルズとそのカートリッジを含めて一つのセットで販売されるので、4000円以下になると思います。またアクセサリーに関してね、前の番組でも言ったんですけど、国内ではこのファイティングパッドで、メガミニが販売されるんですけど、海外ではこの3つのボタンのパッドで販売されるので、まずね知りたかったのは別に購入できますかっていうことに関して確認したんですけど、別に、購入できるそうですだからもう問題なんですね。3ボタンのコントローラーが良ければ3ボタンのコントローラーを買えばいいし、逆にファイティングパイを増やしたいなら、ファイティングパイを別に購入できますっていうことです。また海外のメガラミニ買えますかなと思って、ジェネシスとか確信ないんですけど、いくつかの店がそれ扱うんでしょうね。ただ正常な動作は、セガがね保証しません。当たり前なんですけどね。だからもう買うなら自己責任ですね。では早速ね、横で、メガラミニが2つがあって、そこでね、プレイできました。でまず確認したかったのは設定メニューですね。でまず設定メニューを開けて表示に関するの設定を確認しました。ここで、表示モードが2つあります。スタンダード、ワイド、CRT フィルターを、表示できます。要するに古いブランカンのテレビの、表示を再現できるということですね。今回のテストのために、そのフィルターあえて使わなかったので、しっかりねドットを見たかったので、あとは、画面の壁紙もね変更できます。壁紙がないか、またもう2つの、映像の中から、選択できます。あとは言語ね、いろいろと選択できます。海外版のメガラミニにも日本語が入ってます。言葉を変えるとゲーム一覧のジャケット画像とゲームバージョンも変わります。海外仕様のゲームをプレイができるわけ。だいたい気になるオプションは、これだけですね。さてメニューに戻ります。ここでね42ゲームが表示されてます。結構ね長いです。たくさんありますから。ただね表示順を変更できます。リリース順、54とか
ジャンルとか、またプレイヤーの人数とか、まあいろんなね順位があるので、まあ、好きなように選択できます。あとはもう全部ねスクロールするのはめんどくさい方なら一覧が表示できますので、これを見るとすぐ気づくのは、まあ、メガライブのゲームが全ての箱がサイズが同じではないんですね。特にね目に入るのはここにあるスーパーファンタジーゾーンですね。これ結構ちっちゃいね。普通のカートリッジとかで比べてもこうだいぶちっちゃいですね。でこれはいわゆるサンソフトのトレードマークですね。ファミコンの時代でもこのバットマンとかも同じ箱を使ってますね。もう見たらばもう全く同じサイズになってます。画質が 720p になってますね。使ってる画面の画質が 720p 以上であれば、そのドットのくっきりさ画面の映像を拡大するときに処理の能力ですね、処理が良ければくっきり見えるし、まあしょぼい画面であればそうでもないなんで、メガミニのせいにしないでください一応ね見た目で前回も言ったんですけど、ドットも綺麗に見れるので、まあそこのところは別に気にしない。あとはもう一つ気になるのは入力の遅延ですね。まあ、ボタンを押してから実際にそのアクションが画面に反映されるまでの時間ですね。サンダーフォー3とか、ムチャアレスタとか結構ねもういろいろとダイナミックなゲームをプレイしてみたけど問題感じませんでした。特にザ・スーパーシノビの2段ジャンプ、僕の場合はタイミングがずれるとなかなかね2段ジャンプができないことになるので、まあ、今回ね何度もやってても全然問題なくできたので、まあ、別にタイミングの問題はあんまり感じないですね。あとはもう一つね気になるのは本当に細かいことなんですけど、モッドボタンですね。ここにあるモッドボタンですね。メガライブミニの場合はこのモッドボタンを押すと、またリセットボタンを押すと、サブメニューに戻ります。まあ、このメニューから、まあ、状態保存とか状態をロードするとかゲームをリセットする、またメインメニューに戻るっていうオプションがあるんですけど、ただこのボタンは初代のメガライブではモッドボタンを押しながら電源入れるとファイチングパッド 6B が3ボタンのコントローラーとして認識される。このモードの時に上の X、Y、Z ボタンを押しても何にも起こりません。まあなぜかというと 6B コントローラーを使うと対応しないゲームがあったからね。メガドライブのコントローラーの差し込み口の方式は当たり2600と同じです。70年代に誕生した技術ですから。まあこの穴の数と、ボタンの数に全然合わないので、いろいろとこう工夫しなければならなかったですね。スター・ウォーズのゲームでは視点の変更などをするけど、そういったスーパー 32X のゲームを除いてはゲーム中にこのモードボタンを使うことはないね。しかし例外があります。例えばストーリーオフトアではゲーム中にモードボタンと B ボタンを同時に押すと武器を素早く変更できます。説明書を確認したけど記載されていない裏技ですね。武器が一つしかない場合でもモードボタンと B ボタンを同時に押すと効果音が鳴る。メガライブミニでもこの裏技を使ってみたけど周りが騒がしくて効果音が鳴ったかどうかわからなかった。でもダメっぽいですね。このボタンに関してまた機会あれば改めて試してみたい。まあ大した問題ではないんですけど Y ボタンを押せば武器を変更できますからね。ここで回ってる、レノスなんですけど裏技があって、2P で最初の表示されてるメサイアのロゴをこう自由に変更できる。これはメガライブミニで、再現可能です。ちなみにこのゲームでメサイアという会社を意識するようになった。それからメサイアのゲームが出るたんびにチェックしてましたね。いろいろと探しても特には問題ないですね。前回も同じことを言ったんですけど、本当にこのメガライブミニはこう試した時間の中では特には問題は、ありませんでした。結構ね普通に、プレイできました。これでね、いろんな疑問を答えできたらなと思います。そしてねもう42ゲームが発表されて、その中にねゲーム2つ新しいゲームが出てるので、本当にねすごいゲームの数々、もう名作がたくさんあったんですけど、で前回の番組でいろいろとこんなゲームがあればいいな、こういうゲームがあればいいな、結構ねその中に言ったゲームが入ってるのでめちゃくちゃ嬉しいですね。国内のメガライブミニと欧州版は、17タイトルが違っています。国内のラインナップはなかなかなもんですよ。初めてプレイしたメガライブゲームザ・スーパーシノビとか、小城雄三さんの音楽にかっこいいグラフィック、
海外のメガライブミニには入ってないが、その代わりにザ・スーパーシノビ2が入ってる。このゲームもいいですね。アーケードゲームの名作ゴールデンアクスと大魔界村も収録されている。当時憧れていたアーケードゲームがお家で遊べるなんて、メガライブの初期にかなり遊んだゲームです。90年代に入るとメガライブの名作がたくさん誕生した。その名作タイトルが複数収録されている。重装騎兵レイノース。当時このゲームの演出に衝撃を受けた。プレイ中の話の展開、メカのデザイン、なんてかっこいいゲーム。そしてメガライブ最高の横スクロールシューティングゲームサンダーフォース3も、ステージの背景のスクローリング効果、いわゆるパララックスですね。特に炎のステージ、そしてもちろん音楽。家庭用ゲーム機もここまで来たかと思った。メガドライブの最高縦スクロールシューティングゲームムシャ・アレスタも入ってる。このゲームもパラライクスがすごかったね。特に床が崩れるところ、あれも見た時にびっくり。メガドライブ最高と言われるベルトスクロールアクションゲームベアナクル2、よく最高という言葉を使ってますね。個人的に、ベアナクル1の音楽の方が好きだが、ゲームプレイは2の方が楽しい。グレンダッパーできるしね。その他アリシア・ドラグーン、ガンスター・ヒーローズ、コントラ・ザ・ハードコア、ヴァンパイア・キラーなどアクションゲームだけではなく RPG やアクションのアドベンチャーゲームも入っています。しかも自分が一番楽しめたタイトルが収録されているラウンストーカー、皇帝の財宝。あのゲーム操作に癖があるね。しかしゲームの仕掛けの面白さに魅了され夢中になった。かなり苦戦したのでもう一度挑戦するには勇気がいるな。先ほど話したストリー・オブ・トワもかなり良かったです。この2Dグラフィックのクオリティとアニメーションに小城雄三さんの音楽、当時結構ね注目を集めてたねこのゲームは。そして 2D グラフィックとアニメーションといえば横スクロールアクションアドベンチャーモンスターワールド4ですね。可愛いキャラクターや凝った演出、これでなかなか楽しい時間を過ごした。ちなみにモンスター1シリーズが大好物です。メガドライブの海外版にはウォンダーボーイ5、モンスターワールド3が入ってるから羨ましい。ファンタジースター1000機の割にセガの代表的な RPG シリーズの4作目です。3と4の間にゲームギアのファンタジースターアドベンチャーとファンタジースター外伝が出ましたが、これは別です。広域ファンタジーと SF を合わせた世界観がいいですね。セガマーク3からプレイしているシリーズ、特に思い出に残っているのは3です。しかし完成度の高さといえばやはりファンタジースター4ですね。しかもファンタジースター2テキストアドベンチャーとリメイク版を除いて記念するべきシリーズ最後の 2DRPG です。また4が出てからおよそ8年の間シリーズの新作がなかった。悠々白書魔境統一戦も入れるとはな。著作権が複雑そうと思ってたからね。しかも4人同時プレイできるバッファロー製の USB ハブが出るらしい。あとはびっくりしたのはこれロード・オブ・モダーが入ってるなんてね。イースで有名の日本ファルコムが作ったゲームでメガライブ版が特にいいですからね。このゲームはあまり知られてないようですがどっぷりハマったリアルタイムシミュレーション RPG です。前回のメガラミニのフランス語番組でこのゲームが入ってたらいいなと言ってましたが、まさか本当に入るとはびっくり。メガドライブのラインナップを担当したセガゲームズの宮崎さんがこのゲームが好きで入れたそうです。感謝してます。そういえばラインナップに面白いシミュレーション RPG が結構入ってますね。このジョンにハマったきっかけとなったゲームシャイニングフォース神々の遺産、ラングリサー2シリーズの中でも最も移植されたゲームですがメガドライブ版は原点です。
このシリーズも随分プレイしました。ハイブリッドフロント、有名なクリエイターたちがね集めて作成されたゲームですね。そしてダイナブラザーズ2、今回のメガラミニのダイナブラザーはスペシャルバージョンなので、昔ケーブルでダウンロードできてたセガチャンネルのケーブルテレビで配信された、カセット版にさらにコンテンツを追加したバージョンですね。これ全くね想像してなかったのはこのゲームの缶詰ですね。昔今後ろにあったんですけど、これのゲーム図書館のセットでモデムを使って多分800円ぐらいで毎月ゲームをダウンロードできてたシステムがあったんですね。多分91年とか92年のあたりにあったような気がするんですけど、それらのゲームの一部が収録されている。計算したら全部で12タイトルが収録されています。ここでね、昔メガセデにもこういうゲームの缶詰、本当に缶詰の中にここに缶詰になってるんですけど、缶詰の中に CD が入ってます。ちなみにファンタジースター2テキストアドベンチャーを除いてメガセデのゲーム缶詰のボリューム1と2に収録されているタイトルはメガドライブミニに入ってるぞ。またメガドライブミニでプレイできるのは面白いね。このゲームの中からいくつかね、普通にこういうカードリッジゲーム1本で、これ本当に普通のこうカードリッジでゲーム1本で販売されてたので、少なくてもフリーキーとシーノメロはフランスでカセットでプレイしていた。両方楽しいゲームですね。シーノメロに結構時間を費やしたな。6万だワールドにも3つのゲームが入っているので、メガラミニの、ゲームの数は厳密に言えば42ではなく55になりますね。もう一つやっぱすごかったのはダラヤスとテトリス、今まで出なかったゲームがメガラミニに、プレイできるようになってるので、ダラヤスはね結構好きで、ゲームセンターでよくプレイしてたね。こうでかい3つの画面の筐体で音楽がかっこいい、しかも音の振動が席に伝わる、そして魚系のでかいボス、結構印象的なゲームです。当時初代のダラヤスはメガドライブにリリースされなかったが、ダラヤス2はリリースされた。ダラヤス2は僕にとってメガドライブのトップシューティングに入るね。なのでダラヤスが出るのは結構嬉しいですね。でプレイしたらこのメガドライブ版はいいぞ。メガドライブの音色に染まった音楽に感動した。ただ画面一つしかないから慣れが必要ですけど、感覚的にとか操作、ボスの硬さとか似てますね。でボスを倒した後にアーケード版と同じくこう自分でこう入る道によって違う、ゾーンに、移ります。そして、テトリスですね。テトリスは1998年にセガがリリースした国内初のアーケード版のテトリスです。当時はかなり人気があった。でこのゲームがメガライブに発売予定だったんですけど、著作権の問題でこうダメになったらしくて、そうするとセガのハードにはテトリスがなかったですね。同じ時期にファミコンと特にゲームボーイではもうテトリスがめちゃくちゃブームになっててね、もうテトリスがセガハードに出るまでにだいぶ時間が経ちましたね。もう1996年やっとセガサタンに、どこにあるテトリスプラスが、出ましたね。これはジャレコが出してるゲームなんですけど、アーケード版も結構ちょこちょことプレイしてたんですけど、やっとね出ました。背景の色の数が減った以外アーケード版と同じです。もちろん2人モードも入ってます。テトリスを含めるとミニのラインナップはパズルゲームが多いな。ぷよぷよ2にカラムス、そしてターンとあるとスノーブラザーズもパズルゲームのようなもんですよ。テトリスを入れるならカラムスはいらないと思うよ。と言ってもメガドライブミニのラインナップにはかなり満足しています。いろいろとね他のゲームいろいろとお話ねできるんですけど、この番組早く出したいので、今回はねここまでにしたいんです番組最後まで見てくれてありがとうございます。なんかね意見があればぜひぜひ、メッセージを送ってください。それではまた近いうちに、さようなら。